うりゃっと刺して、おお、いけるね。反対にして、お、どうもベトナム在住の内津です。シャリーのエンジン、分解できる状態なんですけども、今日はちょっと寄り道します。以前にね、こういう、オイルシールを外す工具を見つけて、実はこういうタイプのものに使うやつじゃないんですけども、今回ちょっと使って外してみたいと思います。ちなみにね、今回このエンジンは全バラするんで、こんなの使わなくても外せるんですよ。ただ今後ね、こういうところからオイル漏れした時に、これが使えるのかどうかね、今のうちに確認しておきたいと思います。先日買ったのはね、こんなやつで、オイルシールスクリュードライバーって書いてますね。スクリュードライバー、まあいいや。でね、裏面部、要はフロントフォークとかのオイルシールみたいなのを外したり、外側こういうねものを外すタイプなんで、今回のとはちょっと用途が違うんですけどもね、多分できるんじゃないかなと思ってます。いろいろね角度とか曲がりがあるんで、こいつかな。オイルシールってね、この内側にリップっていうのかな、このオイルを止めてるヒレみたいなものがあるんですけども、多分ねこの根元にぶっ刺して外せるんだと思います。ちょっとやってみますかね。どっち向き、こっち向きか。これをうりゃっと刺して、おお、いけるね。で、これで多分このシャフトにね傷つくことはないと思うんですよ。こんな感じでね、この今回のボート中のシャフトは直接当たってないんで、中側をね突き刺してます。これはなかなかいい工具が買えたんじゃないのかな。さあ下側、ここにもねあるんで、こいつはちょっと分厚いけども、これも同じでいいんじゃないかい。ぶっ刺して、ちょっとな、これ厚みがあるな。こいつは難しいか。でも来てる。曲がっちゃった。曲がったか。でもちょっとやわだったね。でも他のと合わせて使えば、ここには辛いか。にはちょっと無理があったかな。これは後で外せるからいいや。曲がっちゃいましたよ。なかなかいい工具だと思ったんだけどな。今一つか。ここには向いてないね。ちなみにね、以前も紹介した方法ですけど、リューターにねこういうのつけて
ここに穴開けて木ネジで取るっていう方法もあります。今まではねこの方法でやってきました。ここね中に、ワッシャー状の鉄板がぐるっと入ってるんですよ。なんでねそこに穴をぶち当てて、木ネジを刺します。下までね当たらないように気をつけないとダメです。木ネジをね刺せたらこれをペンチで引き抜けばね外せます。こんな感じですね。刺さりすぎて下側をね傷つけないように気をつけた方がいいですね、このやり方は。せっかくなんでねこっち側も確認していきます。ペンチで直しちまおう。ここもねそんなに分厚くはないかったはずなんでここぐらいはいけてほしいな。オッケーやね。こいつも取れました。これね替え用のオイルシールはもう準備してあるんで、このね薄いタイプのやつは問題なく使えました。ただねさっき失敗したやつは分厚いんですよ。分厚いやつはねやっぱりちょっと向いてなかったみたいです。まあでもそこそこいい工具だったんじゃないのかな。特にねベトナムで買ったんで確かいくらだったっけな、300円ぐらいだった気がするんですよね。まあまあとりあえずほぼ成功ということにしておきます。